どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さあ今日の動画は iPhone を実用的に便利に使う方法を今回この動画で解説していきたいなと思います。今更っていうところもあるんですけれども、僕もね、そういったiPhone を便利に使う機能、設定変更とかって、ご自身でね、皆さんネットで検索して、調べてるもんだろうなと、すごく思ってました。いろんなね、こう YouTube 動画もたくさんありますし、あえて僕のチャンネルで解説というか話す必要もないかなとね、これまでずっと思ってたんですけれども、僕のチャンネル、テックスタイルチャンネルではご存知の方もいると思いますが、iPhone や iPad、Mac 製品のね、不具合相談や質問メッセージをね、こう受け付けております。一応窓口2つあって、X の DM 相談、そして LINE サポート、この2つの窓口で無料で相談を受け付けているんですけれども、その中で、相談者とね、こう直接お話ししたり、メッセージのやり取りするんですけれども、意外とね、こう iPhone を便利に、実用的に使えてないなと思う方が非常に多いんですよね。今回この動画では、この便利な機能をご紹介するっていうわけではなくて、より実用的にかなり的を絞って4つだけ、この4つだけでも、iPhone で設定をしたりとかね、そういう方法を取っていただければ、かなり実用的に使えるんじゃないかなと思いますので、iPhone ガンガン便利機能を使ってるよっていう方はあまり参考にならないかもしれません。ただ初心者の方であればね、この4つだけでも実用的に使うところは多くあると思いますので、ぜひそういった方はね、この動画最後までご覧ください。では、スタート。さて、この後ね、たった4つだけです。4つだけ覚えていただくことで、これまでの iPhone がより便利に、快適に、実用的に使えると思いますので、たった4つだけですのでね、ぜひ覚えておいてください。まずは1つ目、文字入力ですね。これはやっぱり相談者の方と、直接こうメッセージであったり、通話のね、サポートをやっていく中で、文字入力の部分で、なんでそんなめんどくさい入力方法を取ってるのかなとかね、結構思うことがあるんですよね。これは直接その時には言わないんですけれども、後からね、ちょっとコミュニケーションを取っている時に、この入力方法ってこういうやり方もあるんですよとかね、そういう形でお伝えはしてるんですけれども、ぜひ文字入力のところ、めんどくさくならないパターン、代表的なところで言うと、日付ですよね。例えば4月1日というね、こう文字をね、入力する際に、キーボードで、例えば丁寧に入力するんであれば、数字と漢字をキーボード切り替えて入力している方が非常に多いです。4という数字、そして月日ですよね。漢字に切り替えて、何月、何日ってこうね、入れて変換して、ちゃんと入力している方が非常に多いんですよね。ここはね、今日と入力していただくだけで、今日の日付の予測変換が出てきますので、いとも簡単に入力することができます。例えばこれ、明日と入力しても明日の日付が出てきますし、明後日と入力しても明後日の日付が入力することができます。なので、わざわざこうキーボードの切り替えをしなくても、日付程度であれば、今日、明日、明後日とね、普通にこう文字をね、こう変換していただくだけで、日付がこう出てきますので、それをやっていただければ、めんどくさい入力はしなくてもいいのかなと思います。これだけでもね、結構便利に使えると思うんですよね。知らない人にとってみれば。あともう一つは、住所入力ですよね。結構ね、こう、難しいというか、長い住所の方もいれば、結構簡単な住所とか、いろんな住所のね、入力ってあると思うんですけど、僕はね、こう YouTube でもライブでも公開しているんですが、関西、大阪に住んでいるんですけれども、大阪府、大阪市、中央区とか北区とかね、この一個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 入力していくのってね、非常にめんどくさいです。その時はですね、さっきと同じように、郵便番号をハイフンなしで入力してみてください。そうすることによって予測変換のところにあなたの住所が、何番地までは出ないと思うんですが、何々区まではね、おそらく出るかと思います。なので、こう住所ね、こう文字、こうちゃんとこうしっかり大阪府とかね、大阪市とかね、入力しなくても、郵便番号一発で何々区までのね、住所であれば変換のところに出てきますので、住所入力もこういった形で覚えておいてください。ここはね、文字入力として、一つとしてね、覚えておいていただければいいんですけれども、こういった文字入力のところ、この住所と、あとはね、日付、ここだけでも覚えておいていただければ、結構便利に使いこなせていくんじゃないかなと思いますので、ぜひね、この文字入力のところ、ぜひ覚えておいてください。そして次が2つ目。
2つ目なんですけれども、これはね、僕が一番便利に使ってほしいなって思うところなんですね。それは何かというと、メールアドレスの入力です。当然、iPhone ユーザーの方であれば、少なからずとも一つのメールアドレスはありますよね。それは Apple ID です。その後にね、キャリアのアドレスとか Gmail とかね、フリーのアドレスも利用している方いると思うんですけれども、今回ね、メインで喋りたいのは Apple ID のメールアドレスです。これね、実際相談者の方とやり取りをしていく中で、相談の内容にもよるんですけれども、Apple ID のサインインの入力をね、操作していただくことってやっぱり多いんですよね。いろんな相談の中で、この Apple ID っていうのは関わってきます。当然僕の方からその個人情報になる Apple ID を聞くことはありません。なのでその上で Apple ID でサインしてくださいねっていうふうにアドバイスを投げかけると、一回サインしてみますっていう回答が来て、サインできませんでした。どんなエラーが出ましたか？ Apple ID が間違えてるか、パスワードが間違えてるとかね、そのラリーが非常に多いんですよね。サインできない問題とかね、いろんな Apple ID を入力していただくサインの、そういったこのアドレスの入力っていうのは、結構間違いが起きやすいんですよね。でその上で、この Apple ID のメールアドレスだけでも、一発で正確に入力できる方法。これはね、辞書登録です。この辞書登録をやっていただくことによって、とりあえずは Apple ID のメールアドレスだけでも正確に正しく入力できるように設定しておけばですね、便利に実用的に使えるんじゃないかなと、iPhone が。その辞書登録の仕組みを分かっていけば、次々ね、追加していけばいいんじゃないかなと思いますので、まずはこの Apple ID の辞書登録をやっていただければ、こんなに簡単に Apple ID の入力ができるっていうことに気がつくと思いますので、ぜひね、それをやっていただければいいかなと思います。この方法としてはね、iPhone の設定から一般に進んでいただいて、一般の中からキーボード。で、キーボードの中の辞書登録の中に、この Apple ID、まずは正確に追加していただかないといけないので、正確なアドレスを入力していただく。で、そのアドレスを呼び出す単語も決めないといけないので、例えばね、Apple ID だったら、例えばひらがなで、いとかね、だけだったらね、結構変換が多くなるので、いで、呼び出す、このメールアドレスを呼び出す文字を I とかにしていただければ、キーボードを入力するときに I と入れていただくだけでね、Apple ID のメールアドレスがトンと出てきますので、そういった辞書登録をやっていただくだけでもね、このメールアドレスの入力っていうのは非常に簡単にできるようになります。で、その仕組みが分かっておけば、Apple ID のアドレスだけじゃなくてね、例えばご自身で使っているような、他のね、サイトに登録しているようなメールアドレスとかでもね、いとか、それ以外の呼び出し文句を決めておいて、他のメールアドレスも表示できるように、同じ呼び出し文句でも構いません。その時は予測変換に登録したメールアドレスが次々出てくるようになりますので、こういった辞書登録を、まずは Apple ID のメールアドレスを登録していただければ、比較的にね、便利になるんじゃないかなと思います。そして3つ目なんですけれども、3つ目は Wi-Fi のパスワードですね。ここも実際に相談者とやり取りをしていく中で、結構ね、Wi-Fi ルーターまで確認しに行く方が非常に多いんですよね。そんなことしなくても、iPhone の設定画面から Wi-Fi のルーターのパスワードを確認することができます。例えば知人や友人が自宅に遊びに来られた時に、昔僕がやってた方法っていうのは、ルーターのパスワードのところを写メ取っておいて、その写メを見せるということをやってましたけれども、今はそんなことしなくても、ご自身の iPhone の設定から Wi-Fi を選択していただいて、接続されている、チェックが入っている Wi-Fi を選択してください。タップしてください。そうすると、パスワードのところに黒い点々点々点ってあるんですけれども、そこをタップしていただくと、Face ID や Touch ID、承認受けた後に、ルーターのパスワードが表示されます。そこでもコピーも取ることができるので、それを送信してあげれば、皆さんにね、すぐに共有することができますので、わざわざね、このルーターを見に行かなくてもいいと。そして最後が4つ目ですけれども、この4つ目は、これ僕個人的にと言いますか、この相談者とやり取りの中でっていうよりかは、ちょっとおまけ程度と思っておいてください。それは何かというと、現在地の共有ですね。これは Google マップでも可能ですし、Apple のね、デフォルトで入っている、Apple のマップでもすることが可能です。このアプリ自体を長押しすることで、誰かと現在地を共有、送信することができます。
例えば待ち合わせをするときとかですね、そういったときにわざわざこのアプリを開いて、現在地を確認して、共有をして、誰かに送信するとかね、そういった手間暇かけずに、アプリの長押しをするだけで、ご自身が今いる現在地を誰かに共有、送信することができますので、これはね、覚えておいてもいいのかなと思います。普段ね、待ち合わせするときに、どうだろう。なかなかその人と出会えないということは、あまりないとは思うんですけれども、どちらかというと僕は、今ね、結構地震とかも多いですし、何かあった時にね、現在地の共有っていうのは、こう簡単にね、パッとできるように、しておいてもいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、長押し関連で言うと、最近どうなんですかね、この LINE のメッセージのやり取りって、皆さんされてるのかな、今はインスタの DM になるのかな、その辺ね、ちょっとわからないんですが、LINE の交換ってします今。結構僕はね、仕事関係上するんですけど、その上で、例えばカフェとかで、じゃあちょっと LINE 交換しておきましょうかとかね、そういう話になった時に、皆さん結構ね、LINE を開いてなんか追加とかね、なんかそういうことをやるんですよね。いや、LINE アプリ長押しだけでいいですよと。もうこれだけです。もう LINE の ID の交換するときは、わざわざ LINE を開いて、追加とか LINE ID とかね、そこから QR を立ち上げてとかね、そんなこと一切しなくていいです。LINE アプリ長押ししていただければ、QR コードの読み取り、もしくはご自身の QR コードを表示、どちらかが選択することができるので、アプリの長押しするだけで OK です。これはLINE ID のね、誰かと交換するときに行う、便利な、ね、実用的な機能になっているので、この辺も、覚えておいてもいいのかなと思いますね。ただ、LINE でやり取りするって最近ないかもしれないので、参考にならないかもしれませんが、一応長押し関連としては、この LINE アプリの長押しで ID の交換できるよっていうことだけ覚えておいてください。全部でとりあえず今回この4つだけ、ね、この動画でご紹介させていただきました。それ以外にもね、メモアプリの長押しとかね、空白ボタン長押しのカーソルの移動とか、いろんな便利機能ってたくさんあるんですけれども、それはそれに特化したメモアプリよく使う人であれば、そういった便利機能を使うと思うんですけれども、簡単に実用的に、これだけでも覚えておくだけでも、結構便利に使えるよっていうところをかなり絞って4つだけご紹介させていただきましたので、ぜひね、これを覚えておいてください。では今回の動画ではですね、iPhone を便利に実用的な機能をご紹介させていただきました。ぜひね、この動画関係なしにですね、iPhone や iPad、Mac 製品の不具合相談や質問メッセージも X の DM、そして LINE サポート、この動画下の概要欄の方にね、URL 貼っておりますので、そこからお越しください。では本日も最後までの動画をご覧いただきありがとうございました。ではまた。